庭菜園ライフ。目黒区で菜園をしている川西です。同じく目黒区で菜園をやっている西川です。今日は8月15日から8月21日に配信された動画にいただいたコメントにご回答していきます。西川さん、もういよいよ秋に入りそうな、涼しくなってきましたね。もうね、うちの小さな庭、でもコオロギが鳴き始めてますから。本当ですか、秋の予感ですね。もう秋ですね、やっぱりちょっとぐっとね、この東京なんですけど、東京では気温が下がってきて、ちょっと悩んでいた人参が発芽してきて、もうとてももう安心しているところです。玉ねぎもね、そうですね、大牟玉ねぎも発芽しましたし、いよいよ秋冬野菜のシーズンが近づいたっていう感じですね。そうですね、またね、夏野菜も終わりにかかって、そうですね、もうそろそろ撤収を始める。もうトマトは撤収が終わったと思うんですけど、ナスなんかはまあ10月ぐらいまでやれるでしょうし、うまくすればきゅうりも10月ぐらいまで取れるんじゃないでしょうか。いいですね。きゅうりといえば西川さんのお化けきゅうりのスープのレシピあれも私いただいたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。いろいろ試していただいたらいいかと思うんですけど、あれも、動画の中でもお話したんですけど、東南アジアの方でよく屋台で食べるようなスープで、結構美味しいです。ニンニクがね効いていてね、ぜひ皆さんもよかったら作っていただきたいと思います。グルメな西川さんなんで。それでは行ってみましょう。家庭菜園ライフ。それでは8月15日に配信されましたじゃがいもの動画にいただいたコメントです。種芋はホームセンターではなく道の駅で料理するために購入したじゃがいもで目出しは可能ですかということですが、道の駅で普通に売られているもの、そうですね、一般に売られているじゃがいもでも少し日に当てておけば芽が出てくるんで、それを植えて栽培することは可能だと思います。ただ殺菌処理がされていないんで、病害虫にやられる可能性は高い、そういうリスクがあるということを認識の上やられるんだったら構わないんじゃないでしょうか。あとですね、スーパーで売っているものなどは芽をレーザーで焼いているっていうものも売っているので、基本的にじゃがいもは種芋を購入した方がおすすめではありますね。続いて8月16日に配信されましたオクラの動画にいただいたコメントです。オクラの実が白っぽくって繊維が気になります。で、初期にアブラムシが大量につきお酢のスプレーで撃退しました。アブラムシはもうついていませんが、茎があまり太くなりません。白くなる繊維がある原因は何か考えられますか。よければご指導ください、ということです。おそらくカビ病なんでしょうね。カビ病、アブラムシがたくさんついたということなんで、アブラムシがそのカビ病の菌を運んできた可能性は高いですね。そうなんですね。そういう場合はもう早く処理された方がいいんじゃないでしょうか。もうちょっと病気っていうことで、そうですね。なるほど。ちなみにじゃあ黒くなってしまったっていう場合はどうでしょうか。これも黒斑病ということで、糸状菌、やはりカビの種類なんですけど、それにやられてこういうふうになってしまう、ということなんで、そういうものは早めに摘み取って、ないしは株全体がそういうふうになるんだったらもう株を処理するということが重要だと思います。熱を通して食べれば問題はないんだと思うんですが、あまり気分は良くないので、思い切って処分した方がいいと思います。それともう一つ、オクラの場合収穫が終わって保存している間に黒くなることがある。そうなんですね。でそれは表面が擦れたりして、少し傷が入ると、オクラは鉄分がたくさん含まれてるんで、その鉄分と酸素が結合して言ってみれば黒サビのようになって黒くなるというのがある。でこれは食べても何の問題もないんで、そういう黒くなったのもありますけれども、実がなってる状態で黒くなってるものはやはり食べない方がいいと思います。続いて8月16日に配信しました資材の動画にいただいたコメントです。タイマーはタンクでも使えますかというご質問。もちろんタンクでも問題ないです。ただ落差がないと強い圧力が出ないんで、おそらくノズルの部分から1メーターぐらい高いところにしないと、ノズルから十分な勢いで水が噴き出さないということが考えられますので、それは1メーターぐらい高くしてもらった方がいい。一つ注意しなければいけないのは、タイマーのセットは朝早くしていただく必要があります。
お昼頃にしますとすでに太陽の熱で、お湯になってますから、お湯を換水することになっちゃうんで、タイマーは朝の6時半とか7時ぐらいにセットしてもらった方がいいと思います。そうですね、もう熱湯みたいに熱くなっちゃってるやつつけるとね大変ですから、皆さんちょっと気をつけてみてください。8月の17日に配信されました8月の種まきの動画にいただいたコメントです。ビニールハウスの骨組みにビニールではなく防虫ネットをかぶせました。この中でポット育苗を始めますが、やはりポットの上に不織布が必要でしょうかというご質問です。そうですね、不織布はかけていただいた方がいいでしょうね。やはり乾燥を防がないといけないんで、特に防虫ネットだけですと空気はいくらでも入れ替わりますから、やっぱり不織布をかけて乾燥を防いでいただく方がいいと思います。はい、結構乾きますもんね。そうですね、はい、プロの農家さんとかもそうされてるんですかね。いやそうはされないでしょうね。あ、そうですか。普通の農家さんだとやはりビニールをかけて、夏は温度が上がるんでビニールハウスの裾を上げて換気を良くしてその中で育てられてますから。あ、そうですか。防虫ネット全体をかけるっていうのもね少し、大変な作業だと思いますし、はい、頑張ってやってみてください。続いて8月18日、秋冬の土作りの動画にいただいたコメントです。庭の枝を伐採して半年山積み状態にして枯葉が全部落ちてから粉砕し薪ストーブで燃やしお湯を沸かし熱湯を雑草にかけてます。その灰を苦土石灰の代わりに使えますかということです。はい、十分使えると思います。市販されている資材で草木灰というのもありますけれども、それも木を焼いた燃やしたものですから十分使えます。はい、以前に農家さんがこの方法を試されているっていうのをことで取材したことがあるということで、私自身はやったことがないんですが、よろしければぜひ試してみてください。続いて8月19日に配信されました連作障害対策の動画にいただいたコメントです。プランターで夏野菜栽培している方で、日光消毒して来年まで保存して再生土を混ぜたら同じ野菜植えられますかというご質問です。それは十分植えられると思います。ただプランターの場合日光消毒といっても日光の当たる部分が少ないんで、できれば透明のビニール袋に移して、それ全体を太陽に当ててで、消毒が終わったらプランターに戻す、ということがいいかと思います。それをすれば再生の再生土を蘇らせるみたいなのとか入れなくて大丈夫ですか？大丈夫です。もうただ消毒するだけで、ただ消毒するだけで。ただその消毒をするときにやはり肥料は混ぜておいていただくんで、その肥料が発酵してで中は酸素欠乏の状態になる。その酸素欠乏をすると全ての虫が死んでしまいますので、特に連作障害に影響を及ぼす線虫というのが全て死にますから、連作障害は起こらないと思います。わかりました。畑でやる太陽熱消毒を袋でやるようなイメージですね。そういうことですね。はい。ニンニクね、皆さん興味あると思うので、なんかね、ニンニクすごい人気がある。ニンニク人気ですよね。やっぱりニンニクはずっと取っとけるから良くないですか？この農園でもニンニクこれから植えたいなって言ってるんですけど、私は取っとけるから好きです。保存できるから。保存できるから。いくら取れても大丈夫と。続いて8月20日に配信されましたニンニクの動画にいただいたコメントです。いくつか紹介していきます。植える場所がなくてニンニクの種が余っています。捨てるのももったいないと思うのですが、食べて食用にしても大丈夫ですか？食べてもそんなに問題はないと思うんですけれども、種として売られているニンニクはやはり薬剤で消毒をしているんで、消毒されたものだということを知った上で食べるのは別に問題ないと思います。毒にはならないんで、ただ、そういうことを気にされる方はやめた方がいいと思います。ちなみに私は去年食べました。続いてです。前作の都合上、ニンニクの植え付け予定場所の半分くらいは10月から下旬から11月になりそうです。一度ポットで育てて畑が整い次第定植とする予定です。注意等があれば知りたいです。10月下旬以降に植え付けるから今ポットで育ててるそうですね。ね。特に問題はないと思うし、いいやり方でしょうね。場所がどうしても限られているので、そういうふうに時間をずらしながらやる方法をいろいろ挑戦していただいたらいいと思います。
ニンニクはどこの地域でも栽培できますかということもいただいてますね。日本の場合ニンニクの一番生産量の多いのは青森ですから、青森ぐらいまでだったら栽培ができるんだと思います。北限はやはり青森ぐらいで、北海道に行くとちょっと難しいんじゃないでしょうかね。ニンニクの場合やはり冬越えをしないといけないことになりますので、はい、寒い時間が必要だと思います。わかりました。なんか沖縄のニンニクっていうコメントもありますけど、そういう種類もあるんですかね。あるのかなね、ちょっとわからない、あるかもしれないですね。そうね、はい、また情報があれば教えてください。あとニンニク何度植えてもなくなります。ホームセンターの処理済みしかダメなのかっていうコメントですね。ちょっとじゃあ動画ご覧になっていただいて、ちょっと今年もまたね頑張っていただきたいですね。ニンニクの失敗しちゃうとしたらどういうことかな。なくなる、おそらく水分が多すぎて腐ってしまうんでしょうね。水ね、あげすぎない方がいいですね。水のあげすぎなんかじゃないんでしょうかね。多分深く植えて水をあげすぎているためにダメになるっていうことでしょうね。ちょっと浅めにしたりとか、水はもう最初だけですよね、あげるとしたら。そんなに水をあげる必要のない、野菜ですから、おそらく水のあげすぎでしょうね。はい、わかりました。じゃあ今年はみんなでニンニクをねたくさん成功させていきましょう。はい、それでは最後ですね。いよいよ大根にね入ってきましたね、大根の季節。続いて8月21日に配信されました大根栽培の動画にいただいたコメントです。初心者の方で、大根はマリーゴールドと相性がいいと聞いたのですが、コンパニオンプランツですね、どれくらい近い位置にあればいいのでしょうか。同じ畝内に植えるべきでしょうか、ということです。どこに植えればいいでしょう。規則のない、農園であれば、畝間に植えるのも一つの方法だと思います。畝の上はできるだけ、作物を育てたいので、畝と畝の間に、マリーゴールドを植えておくという方法が、一番いいんじゃないでしょうかね。大根結構大きくなりますからね。そうですね、もったいないですよね、その分。最初はどんどんこう開きますからね。で最後にはこう立ちますけど、最初はもう葉っぱが横にずっと広がりますから。畝間にね、もしスペースがあれば植えてみてください。今日もねご質問いただいて、今週もありがとうございました。これからのシーズン、西川さんどうでしょうか。秋冬野菜っていうのは植え付けのタイミングが非常に限られているので、いろいろ皆さんお忙しいかと思うんですけれども、できるだけ時間を作って、期限内に土作りと種まきや苗の植え付けを完了するようにしていただいた方がいいと思います。年越しの大根とかそういうのを収穫することになるかと思うんで、できるだけ時間は守っていただきたいと思います。ちょっと後ろ倒しにしちゃうとね、秋冬野菜はちょっと時期を逃すことが多くなってしまいますので、この9月の最初という時期をね大事にしていきたいですね。それでは、本日は8月15日から21日までに配信した動画にいただいたコメントにご回答していきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。